こんにちは、リズです。今回は国家資格を3選ご紹介していきます。こちらの国家資格は国家資格の中では比較的取得がしやすいもの、あと学歴の影響が比較的少ないもの、仕事を見つけやすいものといった感じでご紹介をしていこうと思っています。内容はその資格がどんな資格か、おすすめのポイント、資格の難易度、勉強方法、おすすめな人などをお話ししていけたらなと思ってます。それではリズの資格チャンネルスタート。はい、まずは3選のうちの1番目、今回は登録販売者をご紹介していきます。登録販売者とは一般用医薬品の約9割を占める第2類と第3類のお薬の販売に関わる国家資格です。薬局やドラッグストアに勤務してお客様にお薬の適切なアドバイスを行うのが主な仕事です。この資格のおすすめポイントは、就職や転職のアピールに使えるということ、あと資格手当を期待できること、バイトする時のお給料などが普通の時給よりも少し高めに設定してあることが多いです。あとは介護業界や美容業界のお仕事にも活かせたり、受験資格が特にない学歴が大学卒業以上とかそういった受験資格が特にないというのもおすすめなポイントです。試験の難易度は合格率としては 40% 前後です。試験は年に1回開催されて各都道府県で行われます。合格率などは全国でばらつきがあるっていうのだけは覚えておいてください。試験はマークシート方式で行われます。次に勉強方法についてご紹介していくんですけども、大きく分けて独学と通信講座の2つです。で、独学でするのであれば市販されているテキストを購入してもらうんですけども、そういったテキストを選ぶ際にカラーで分かりやすく書いてある参考書を選ぶとか、あとは1冊何冊も買うのではなくて1冊だけ買ってそれをもう熟読してしっかり覚えるっていうのもおすすめです。で、どんなのを選べばいいかわからないという場合は問題集付きのものがあるとより良いかなと思います。で、次に通信講座についてなんですけども、おすすめの通信講座としては2つあります。1つ目はヒューマンアカデミーたのまなの通信講座です。こちらは最短3ヶ月で資格を取得することができます。平均では6ヶ月程度で取得ができると言われています。金額は37,700円です。2つ目は UCAN がおすすめです。UCAN は平均8ヶ月で取得することができます。こちらは金額が46,000円です。で、どちらの講座もなんですけども e ラーニングなど、デジタルテキストなどですね、端末を使って学習できる方もあるんですけども、そちらは先ほどご紹介した金額よりも少し高い金額にはなるんですけども、それも選ぶことができます。で、この資格がおすすめな人っていうのは、例えば自分や家族に病院で処方される薬についてちょっと気になるなとか、このお薬はどういった目的でどのような症状に対して出されたお薬なのかっていうのが気になられる方とかにはすごくおすすめかなと私個人的に思います。登録販売者についてより詳しくご紹介した動画もあるので、その動画はこの辺りですね、こちらからご覧いただけますので、よかったらチェックしてみてください。では3選のうちの2番目の資格、おすすめの資格、保育士の国家資格がおすすめです。保育士は保育園などで専門的な知識とか技術を持って子どもの保育や保護者の保育の指導を行う国家資格です。主に保育園とか保育所に勤務したり、あとは児童養護施設、児童福祉施設に勤務することが多いです。おすすめのポイントとしては、保育士の不足っていうのもずっと言われているので、働き先がたくさんあるということ、あとは仕事をしながらでも取得できる、子育てなどで一度現場を離れたとしても保育士だけでなく、あとベビーシッターとかでも復職しやすいかなっていうようなことがおすすめのポイントです。試験の難易度としては合格率ですねは 20% 前後になってます。試験は年に2回開催されます。こちらも各都道府県で試験が行われます。筆記と実技が行われるんですけども、筆記に関しては試験はマークシートで行われます。勉強方法はこちらも2つあります。独学と通信講座です。独学に関しては先ほどもお伝えしたように市販のテキストを買う、あとは過去問を買う、問題集を買うっていった感じで
いっぱい知識を詰め込むっていうのが大事です。そして通信講座に関してなんですけども、こちらはいくつかあるんですけども、個人的に一番おすすめだなって思ったのが一つだけあります。これがキャリカレっていうところの通信講座なんですけども、こちらは他のものと比べて取得できる期間が6ヶ月で最短のものになってます。6ヶ月で31,900円。金額も安くって、期間も比較的短くって、しかもこの通信講座のすごいところっていうのが、テキストとかサポートとかっていうのがあるのはもちろんなんですけども、それにプラスして、もし保育士資格試験に不合格になった時に全額返金してくれるっていうのと、もし合格しても2つ目の講座を無料で受けることができます。なのでそれだけこの通信講座の会社っていうのはこの資格に自信があるだろうなっていうふうに思ったので、キャリカレが一番おすすめかなと思いました。そしてこの資格のおすすめな人はやっぱり子供が好きで子供に携わる仕事がしたいなっていう方には特におすすめです。あとは保育士になりたい夢があったっていう方にはおすすめです。保育士のもっと詳しくお話しした動画もあるので、そちらはこちらのリンクから飛べます。見てみてください。3番目は介護福祉士です。介護福祉士とは介護が必要な高齢者、障害がある方への介護に携わる国家資格です。主に老人ホーム、デイサービスセンター、訪問介護事業者などに勤務をします。身体の介護や生活支援、あとはアドバイスなどを行うのがお仕事です。おすすめのポイントとしては、働きながら学べる、学歴が関係なく未経験者でも資格取得を目指すことができます。仕事のみでなくても実生活にも活かせる、あとは働き先がたくさんあるというのがおすすめのポイントです。試験の難易度としては合格率が 70% 前後です。試験は年に1回筆記と実技で行われます。こちらは2021年次の分の試験が34箇所で行われます。筆記試験はマークシートで行われます。こちらは全科目で得点をして全体の6割得点することが必要です。勉強方法のお話をする前に、介護福祉士っていうのは試験を受けるまでに実務者研修を受講すること、あとは一定の実務経験を積むことが必須になります。こちらの2つをクリアして初めて試験を受けることができます。実務者研修のスクールとしておすすめなものを2つご紹介します。これが日医と産後福祉カレッジの2つです。研修を受ける際に実際そこに行って研修を受けないといけないんですけども、比較的全国にあるので学習がしやすいかなと思います。なのでこの2つを今回選びました。この2つは介護福祉士の試験対策講座も一緒に受けることができます。で、この実務者研修は持つ資格によって受講金額が変動します。無資格の方は15万円から20万円程度かかります。実務者研修も受けるとなれば最低6ヶ月程度かかります。こちらの資格がおすすめな人は、身近に介護する人がいる方、あとは人の役に立ちたいという方にはとてもおすすめな資格だと思います。介護福祉士についての詳しい動画もありますので、こちらチェックしてみてください。はい、ということで今回は登録販売者、保育士、介護福祉士の国家資格を3つおすすめしました。こちらはいずれも国家資格でありながらも比較的資格が取得しやすく、学歴なども大きく関係なくきちんと学べば未経験者の方でも挑戦できるのがおすすめです。個人的にはこの3つの中でどれが一番おすすめかっていうと、私は登録販売者がおすすめかなと思います。独学で勉強したり通信講座で勉強して試験を受ける時に実技とかがないので、しっかり知識を入れてそれを試験で発揮できれば資格も取得できますし、それが国家資格なのですごく強みになりますし、あと一番いいなって思うのは、自分だったり周りの人が飲むお薬について自分がしっかり把握して薬の効果効能がわかるのでおすすめかなと私は思います。このチャンネルでは日常生活に役立つ資格をご紹介していきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。気になる資格のリクエストなどあればコメント欄に記載もお願いします。それではまたね。